トレセン学園はあくまで教育機関であるというのに誰も彼もが好きあらば谷間をボロンしている現状に危機感を覚え学園中に複数体のパペチオを解き放つことでトレセン学園が英知の伝道化することを防ごうとする桜千代の王。解き放っていたパペチオが戻ってきたんですよ。ごめん、もう一回言ってくれる？解き放っていたパペチオが戻ってきたんですよ。そうか。はい。なんで？その前にトレーナーさんに質問です。質問？トレセン学園とは何ですか？トレセン学園とは？はい。トレーナーさんが思うままにお答えください。それはあれかな？概念的なお話かな？何でも構いません。思うままにお答えください。そう？それなら。まず単純に学校で。そうですね。ウマ娘アスリート育成における日本最高峰で。そうですね。全国から集まった可能性を秘めた生徒が仲間でありライバルなウマ娘たちと切磋琢磨する場所かな？そうですね。私もそう思います。それで千代ちゃん、パペチオを解き放つことと今の内容がどう関係してくるのかな？トレーナーさん、本当に分かってないんですか？え？本当は分かってるんじゃないですか？いや、俺にはちょっと。分かっていて気づかないふりをしているのか、あるいは考えることをやめたのか。千代ちゃん、スパッと教えてくれないかい？わかりました。私はこれからトレセン学園の現実というものを語りますので心して聞いてください。ごくり。誰も彼も谷間を出しすぎなんですよ。は？おかしいでしょう。なんでそんなに谷間を出すんですか？トレセン学園は教育機関なんですよ。トレーナーさんもさっき言ってましたよね。言ったけど。谷間をボロンする必要ありますか？ないでしょう。そりゃトレセン学園は女子校ですよ。女子校の空気が親父臭くなるのは女子校の常識なのもわかりますよ。それは聞いたことあるな。というわけでパペチオを解き放ちました。何がというわけでなのかちょっとまだ理解が追いつかないんだが。私という枷から解放されたパペチオはそれはもうすごいんですから。それこそ感情を持たない殺人パペットとなりただ私からの命令をこなします。殺人？なんだ？パペチオに何を命じたんだ？いくら学園生が谷間を出しすぎだからって暴力行為はさすがに見過ごせないぞ。いえ、谷間に人参をぶっ刺すように命じました。は？ここは学校なんですよ。谷間をボロンする場所ではありません。そうだね。このままでは誇り高いトレセン学園がただの英知の伝道になり下がってしまいます。私はそんなの許せないんです。そっか。というわけで複数体のパペチオを解き放ち人参を刺したら証拠画像を送るように指示していたんです。そのミッションが終了したってことか。じゃあトレーナーさん、パペチオが英知を退治した証拠を一緒に確認していきましょう。嫌だって言ったら怒りそうだな。じゃあトレーナーさん、パペチオが英知を退治した証拠を一緒に確認していきましょう。わかりました。まずはジュランダルさん。おや。おかしいな。英知なはずなのにアホなことをしてるようにしか見えん。太い方を上にしてるからギャグに見える。では太い方を下にすると？ピンピン。お次はフラッシュさん。おや。ズムって感じがすごい。もう一丁フラッシュさん。おや。これはもうそういうことでは。鈴鹿さんは。谷間出てないですね。問題ありません。させる谷間がねえんだよな。どんどん行きますよ。お次は大輝さんです。おや。もう一丁大輝さんにおや。大輝は本当にアウトな感じですね。お次はエルさんです。おや。お次はアルダンさんです。おや。アルダンの谷間に人参刺したらエロになっちゃうだろ。お次はヒシアマゾンさんです。おや。刺した瞬間ポロリ定期。この谷間、深い。お次はゼファーさんです。おや。もう一丁ゼファーさんにおや。大丈夫か？これガイドラインのギリギリを攻めすぎてないか？なんて恐ろしいスレだ。大変ですわ。私の谷間にもぶっ刺されてしまいますわ。5本くらいは刺さりそうですわ。次のターゲットは、無理すんなマッコちゃん。お次はジェンティルさんです。薄布だろうが関係ありません。おや。破けてるのエッチすぎる。もう一丁ジェンティルさん。おや。お次はキングさんです。なんだか誇らしげですね。おや。一流だし。
悔しかったら取ってみなさい的な少年誌でも許されるタイプのH味があってよい。やりませんよ。やれませんよ。お次はスイープさん。のドリンクに彩りを添えます。おや。お次は元祖谷間担当馬娘です。うおやー、うおやー、うおやー。スペちゃんの谷間は許された。だってスペちゃんだし。仮に差し込んでも次のコマではもう食ってそう。個別にも人参刺していきますよ。まずはマルゼンさん。おや。ここに注目。もう一丁マルゼンさん。おや。貫通してんじゃねえか。お次はスカーレットさん。おや。ズブニューって感じの埋もれ方好き。そしてスペさん。おや。白因子出る。お次はタップさんです。おや。お次は CB さんです。おや。お次はシーザリオさんです。おや。お次はブライアンさんです。おや。ライスさんは、谷間かと思ったら脇でしたね。健全です。お次はチケットさんです。チケットさんは健全だと言われているようですがどこがどう健全なのか説明してもらいたいです。おや。このお乳で刺されないはないでしょう。お次はゴルシさんです。おや。またゴルシが変なことしてる。お次はビブロスさんです。おや。これアウトなのでは？寝てるとレッチに朝のいたずらをしてるようにしか見えなくなってきた。お次は富士山です。おや。今日はこれかな。富士山の次はポッケさんとついでにタキオンさんとカフェさん。おやー、おやー、おやー。ズモ、ズモ、シュ。人参さん引っかかりもせず落下しててしば。自分だけ落ちて驚いてるようにも見えるの笑う。お次は川上さんです。おや。お次は八重野さんです。おや。お次は早秀さんです。おや。お次はラモーヌさんです。おや。お次はプリティじゃない稲荷さんです。おや。お次は会長さんです。おや。たまもさんは、武士の情けというやつです。おや。抜け取るやないかーい。お次はヘリオスさんです。おや。お次はパーマーさんです。おや。お次はドトウさんです。学園最強の片翼でも遠慮はしません。おや。いい感じだな。お次はシュバルさんです。こんなでかい肉まんを隠し持って、おや。これもいい感じだな。お次は北さんです。数年間もこの谷間を晒していたんですか？おや。人によっては親の胸より見た胸では？ダイヤちゃんが人参目当てに追いかけてるようにしか見えなくなった。お次はブルボンさんと爆心王さんです。おやー、おやー。あれ？バクちゃんって意外と美人系？ブルボンは意外と可愛い系だな。お次はクリークさんです。おや。ちゃんと包帯で上から押さえてるあたり芸が細かい。こっちのクリークさんもいくらなんでも出しすぎですよ。おやいかんでしょ。口の位置も相まってセンシティブすぎる。とまあこんな感じですね。そう。これで多少は学園に健全さを取り戻せたかと思うんですよ。今後も定期的にパペチオを解き放って学園が英知の伝道化するのを防いでいこうと思ってるんです。頑張ってね。君。って言いながら水着千代ちゃんの画像を貼ろうと思ったらしっかり谷間は隠してやがった。小賢しい真似を。千代ちゃんの脇もセクシーすぎるからね。人参挟んどこうね。千代ちゃんは脇にアニメでよくある謎の光的な規制が入ったからね。正直こんなスレで反応しちまってるの悔しい。でも、今日はこのスレでごちそうさまするか。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。